同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察等をしていきたいと思います。作品紹介はこのような感じで進めていきます。ちなみにフリーゲームも同人ゲームとして扱っています。なお、毎月最終土曜日の18時に更新を予定しております。今回紹介する作品はこちらです。シノビア。ゲームエンジンは RPG スクールですが、全くそれを感じさせない、オリジナリティあふれる作品です。当時の時代に合わせて画像や背景、BGM を採用しており、全体的にとても丁寧に世界観が描かれているのも特徴。アクション面ではいわゆる入札が本作の目玉。忍びらしいアクションを駆使し任務を遂行します。また、ストーリーも短編ながら綺麗にまとまっており、総じて高品質な作品に仕上がっています。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介に止め、ネタバレは控えます。ご安心ください。本作の舞台は忍者が活躍する今より昔の戦国時代。忍者見習いの椿は頼れる兄貴分である玄之介と共に、初任務をこなすことに。慣れない初任務ですが玄之介の助力もあり、無事に任務をこなすことができたようです。任務を無事に終えてホッとしたのもつかの間、暗夜に紛れ次なる歯が椿を襲います。近くに心当たりを覚える玄之介、椿を抱えて安全な場所へ彼女を保護することに。目が覚めた椿が見たのは薄川町の診療所。玄之介が彼女を預けてくれたようです。しかし玄之介の姿は見えません。玄之介は心当たりについて調べるため、信頼できる忍び屋の長である孫城に彼女を託し、別行動をとることにしたようです。実は椿には生き別れた母親を探すという目的もあり、ここ忍び屋で働いてみないかとの提案を受けます。かくして忍び屋で働くことになった椿。果たして椿は母親に会うことができるのか。そして、椿を襲った刺客の正体とは。続いてはキャラクターの紹介に移らせていただきます。まずは椿、本作の主人公。忍び屋見習いの少女、生き別れた母親を探すべく頑張る素直な女の子です。実はその身に不安定な力を抱えており、これまでは玄之介のサポートがあってのもの。しかし力をある程度制御できるようになったことや、刺客の登場により、玄之介と離れここ忍び屋で働くことに。玄之介。幼い頃から椿の面倒を見ており、長く兄貴分として支えてきた椿の良き理解者です。刺客に狙われたことと、椿が力を制御できるようになったことをきっかけに現在は彼女と離れ単独行動中。他にも多くの登場人物がいます。紹介は割愛しますがいずれも個性があり、きっとお気に入りのキャラクターが見つかるでしょう。このゲームの肝であるシステム面について解説します。フィールドは横スクロールの完全 2D マップ。ダンジョンでは敵が配置されており、気配メーターを頼りに敵を倒しダンジョンを攻略します。また、隠れられる場所もあり、敵から姿を隠しつつ攻略していくこともできます。そして最大の特徴、入札。背後から接近し攻撃することで敵を一撃で倒すことが可能。ストーリーが進行すると忍びの技の習得やアイテムの購入もでき、攻略の幅が広まります。これらを利用してダンジョンを攻略、ストーリーを進めていくことになります。システムの紹介は以上です。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。まず目を見張るのは細部まで徹底されたこだわりです。RPG スクールで作られたとは思えません。
ちょっとしたモブキャラにも顔グラや歩行グラを用意していたり、味方も雑魚敵もところどころボイス付き。使用されている背景や画像も時代を感じるものばかりで、世界観の構築を徹底しています。キャラのモーション周りにも特にこだわっていて、イベントシーンごとに特別な姿勢や動作が用意されています。ちなみに本作をクリア後には設定資料集が開放されます。作品の裏側が覗け、ゲーム好きには嬉しい要素。このようにフリーゲームでここまでこだわる作品はごく稀、作り込みはトップクラスだと断言できます。もちろん本作は世界観に浸れるだけでなく、ゲームシステムも十分評価できます。炎や雷を出したりする忍ばない忍者がいる作品もある中、悪く言えば地味、よく言えば忍者らしい隠密行動を体感することができます。夜に忍び、隙をついて敵を一撃で次々と倒していく、そういった快感が本作には存在します。ちなみに見つかってしまった場合はやや不利な形勢に陥りますが、割となんとかなります。詳細は問題点で口述します。このように単なるアクションゲームと言い切れないフリーゲームの中でも随一を争うゲーム性と言えます。余談ですが、本作のモーションはストリートファイターを中心とした格闘ゲームを、ゲームシステムはとあるアクションゲームをモチーフにしています。そのゲームの名前は剣中、プレイステーションにや Xbox 等で発売された隠密アクションゲームです。マップこそ 3D ですが、世界設定や入札をはじめとするゲームシステムには多くの共通点があります。実は本作は天中好きが集まる年越しチャットで次回作について話し合い、紆余曲折あって生まれたもの。少し古い作品ですが、そういった作品群をプレイしているとなおのこと楽しめるかもしれません。 BGM についても評価したいです。 BGM 総数は約30曲。昨今のゲームの規模から見るとやや少なめですが、本作の全体ボリュームを鑑みると十分だと言えます。それでいては風隠密アクションというやや特殊なジャンルに合わせて、世界観の構築をより一層際立たせています。全体的に派手さはないかもしれませんが、珍しいジャンルですのでぜひ一度立ち止まって聞き入ってもらえればと思います。さらに、本作はフリーゲームとしては珍しく、メインテーマソングもついてきます。この点にも作り込みの徹底さを感じます。少し大変ですが、条件を満たすとタイトル画面から視聴できるようになるので挑戦してみてはいかがでしょう。ここからは問題点を述べたいと思います。と言っても、全体的に完成度の高い作品ですから、ほとんど欠点は見当たりません。それでもいくつか気になった点はピックアップしていますが、全体的に重箱の隅をつついているかもしれません。ご了承ください。まず気になったのは、隠密アクションの使用周り。前述したように、敵に見つかると襲われるため、極力隠密行動をとる必要があります。しかし、本作では敵に見つかっても割と何とかなります。これにより、隠密の緊張感がやや低下します。まずはこの動きを見てみましょう。敵に見つかった際の敵 AI の挙動です。ご覧のように敵2体に見つかってしまいましたが、襲いかかってくるのは1体だけ。それどころか入札も決めることができます。もう一つ別のシチュエーションを見てみましょう。ご覧のように敵に見つかっても簡単にやり過ごせます。警戒が解けるのも早いので入札し直せばよいのです。プログラムの使用上、難しいのであろうと推察します。個人的には、見つかると警戒ゲージが上がるなどもう少し緊張感があれば良いなと思いました。戦闘面で気になる点も少しだけあります。本作ではいくつかボス戦が控えており、ボス戦では入札することができないためガチバトルです。椿は本来、隠密をメインに活動するため、あまり戦略のバリエーションがなく、少々ボス戦が単調に。隠密メインなのでスタンスは理解できますが、ジャンプ攻撃等もう少しバリエーションが欲しかったです。最後はストーリーに関して。本
作は短編であり、6時間程度でクリアすることができます。ゲームのプレイ時間としては比較的短め。それゆえ、特定のキャラクターについてはもう少し掘り下げてほしかった思いもあります。ストーリーも察する必要がある場面もいくつか。クリア後に解放される年表などの情報によって一通り理解することはできるのですが、できれば本編で演出してほしかったところです。繰り返しですが、どれも重箱の隅をつついたものです。人によっては大して気にならないと思います。総評に入ります。シノビアは RPG スクールで作られたとは思えない、丁寧に構築された世界観が特徴のアクションゲームです。派手なアクションはありませんが、闇に紛れて世を忍び、敵を倒す爽快感には確かな唯一性を感じます。目立った欠点もなく、そこまで時間もかかりません。ぜひ一度プレイしてみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。